あなたのいつもの通勤ルートが明日突然最前線の戦場になってしまったら、あなたならどうやって自分の日常を守るでしょうか。今回私たちが深掘りしていくのはまさにこの問いについてです。現代を生きる私たちにとっても非常に切実なテーマと言えますね。用意した資料は2024年公開の映画ナンバー24の背景にある歴史的データ、それから現代のウクライナにおける市民の抵抗に関する最新のフィールドレポートです。この深掘りのミッションは、軍隊が機能しなくなった時、ごく普通の市民は日常を守るためにどう戦うのか、それを解き明かすことです。はい。その今回のケーススタディの中心となるのは、1940年ナチスに占領されたノルウェーのオスロにいたグンナー・ソンステビーという22歳の新米会計士です。少し確認させてください。彼は特殊部隊の兵士でもない、ただの22歳の若者ですよね。資料を読んでいて私が一番、驚いたのは、その彼の迷彩の手法なんです。特別な装備ではなく、自転車に乗って。そうなんです。チェーンで汚れないようにスーツの裾を靴下に入れ込んでいたスタイルだったと。そんな普通の格好でどうやって武装したドイツ軍の厳重な検問をすり抜けたのでしょうか。全員身分証を徹底的にチェックされていたはずですよね。はい。そこが人間の認知の何というか、彼がついた心理的な資格なんです。検問に立つドイツ兵が警戒しているのは、いかにも勇ましいレジスタンスや挙動不審な人物です。なるほど。そこにただ職場に向かうだけの身なりを気にする青年が現れると。そうです。脳が勝手に彼を無害な景色の一部として処理してしまうんですね。彼はプロの工作員としてではなく、徹底して一人の平凡な市民として振る舞うことで、この匿名性をハッキングしたと言えます。つまり街で見かける配達員の方のような。制服を見た瞬間、脳がここにいて当然の人だと判断して顔すら記憶に残らない。彼は自分自身を都市の風景の一部にしてしまったわけですね。でも風景に溶け込むだけでは軍隊は止められませんよね。自転車に乗った会計士がどうやって終戦前に40万人ものドイツ軍を足止めするような大規模な鉄道爆破をやってのけたのでしょうか。彼はイギリスの SOE 特殊作戦執行部などとも連携し、会計士としての能力を生かして分単位の緻密な計画を立てるようになりました。分単位の計画ですか。はい。ただここで注目すべきは、技術そのものよりも彼が背負った重苦しい決断です。彼は自国ノルウェーのインフラを自らの手で破壊しなければならなかったんです。自分の国のインフラを自分で壊す。それは敵の軍事施設を攻撃するのとは全く意味が違いますね。自分が毎日使っていた駅や生活圏の線路を吹き飛ばすなんて。なぜそんな痛みを伴う選択をしたのか。すべてはいやおなく戦争に巻き込まれる若者たちの命を救うためです。強制徴用の名簿を焼き払ったのも、鉄道網を爆破したのも、ノルウェーの若者が戦場に送られるのを防ぐためでした。結果として無益な防衛に駆り出されるドイツ側の命も救うことになった。そういうことです。突発的な暴力や破壊そのものが目的ではなく、あくまで人道的な防衛だったのです。破壊のための破壊ではないんですね。これ現代のウクライナに関するレポートと驚くほどリンクします。今のウクライナでも市民が軍服を着るわけではなく、普段着のままスマートフォンで敵の動きを共有したりしていますよね。民生用のドローンを改造して街を守ったりもしています。専門的な兵士でなくとも、一人の市民が日常のツールと知恵を工夫して今自分に何ができるかをごく自然に問い実行しているわけです。なるほど。時代やテクノロジーが変わっても市民が抗う、その傍らには常にこうした日常への適応力があるという本質は変わらないですね。その通りです。日常への適応力といえば、オスロのカール・ヨハン通りにある彼の銅像のエピソードが非常に象徴的です。自転車にまたがる彼の姿が彫刻になっているのに、後になってそのモデルになった写真が全くの別人だと判明したという件ですね。歴史的な取り違いです。しかしこれほど彼の姿勢を雄弁に語る事実もありません。特定の英雄グンナー・ソンステビーの顔ではなく、別人の顔のままで街の風景に完璧に溶け込んでいる。それこそが彼が街に住み切った証拠であり、
彼が名もなき市民の代表だったという何よりの証明ですよね。はい。2012年に彼は民間人初の国葬で送られましたが、彼が命かけで守りたかったのは、決して重々しい国家の威信などではなく、誰もが清潔な服を着て仕事に向かうという当たり前の日常そのものだった。そうですね。最後までただの市民として生きることを愛した彼の姿勢が、そこには静かに現れています。私たちが毎日当たり前のように享受している日常。もしそれが明日損なわれれば、専門家でもない私たちが自分たちの世界を守るために今持っている武器や知恵とは一体何でしょうか。あなたが次、いつものように自転車に乗ったり、スマートフォンを眺めたりするとき、その日常の道具がどんな力を持っているのか、少しだけ想像してみてください。そして、私たちが本当に守るべき日常の豊かさとは何なのか、ご自身の生活に照らし合わせて、ぜひ考えてみていただければと思います。